こんにちは、旅家です。ついに軽トラキャンピングカー2号機作成を始めることにしました。まずは洗車をしましたね。これ実は煽りを外しています。今回の軽トラキャンピングカーは煽りを外してキャンピングカー作りたいと思います。はい、いきなりできてきてしまってますが、今回は床の低い低床のキャンピングカーにしたいと思っています。なので直接荷台に乗っけてますね。こうすることで高さを確保できますね。はい、こんな感じで柱を立て始めました。はい、筋交いも入りましたのでだいぶ丈夫になってきました。ちなみに今回のキャンピングカーも設計図特にないんですよね。頭の中でいろいろ考えながら進めています。こうじゃないかな、ああじゃないかな考えながらやってる感じですね。こちらは屋根ガルバリウムで貼りました。これはコーキングを間に挟んでネジを打ち込みます。こちらは空気抵抗を考慮して屋根を突起させました。基本的にはフェイクのものなんですけれども、いつかここに煙突を作ったりしたいかなというふうに思っています。はい、外壁の柱とかが立ちましたので、次は窓の枠を作っていきたいと思います。窓枠はどれも太くしてあります。こうすることで奥行きが出て重厚感が出てきますよね。軽トラキャンピングカーどうしても軽く作らなきゃいけないので、この軽っぽさ、ペラペラ感、それをなくせるように奥行きをつけるという風な工法にしています。こちらはレーザー距離計ですね。今回から導入したんですが、もうとっても便利でした。やっぱり道具揃えるって大事だなっていうのをやってて思いますね。さあ、こちらの窓枠作りスマートにやってるように見せてますが、実は3回4回と寸法を間違えてカットしています。この日もとっても暑い日だったので、もう頭がぼーっとクラクラしながら作業しています。空調服などを着てやっていますが、やっぱり暑いものは暑い。クラクラしてきますね。そう言ってる間にこちらの窓枠も完成しました。続いて断熱材を貼っていきます。1号機作るとき断熱材結構無駄にしてしまったんですが、2号機を作るにあたっていろいろと工夫をした結果、かなりゴミが少なくなりました。効率も良くなったので自分の成長を感じましたね。黒いのは防水テープですね。断熱材あまり意味がないかなと思ってたんですけれども、熱を変化させないということに意味があるそうですね。なのでエアコンですとか暖房機ですとか、そういったものを使った時になるべく温度が冷めない、なるべく温度が温まらないという風な形になるのが断熱材の効果らしいです。なるほどと思いましたね。さあ、続いて糖質防水シートを貼っていきます。その名の通り、湿気は通し水は弾くという優れたシートになっています。2周目をやるにあたってジグを作りました。今まで作業するにあたってジグを作るっていうことなかったんですけれども、今回やってみて気づきました。ジグ大事です。これがあることによって作業効率、また精度もだいぶ上がりましたね。こんな風に一人でも高いところの作業がジグがあればできてしまうという風な感じです。さあ、窓のいらない部分カットしていきますが、
このカットする時の音、これ好きなんですよね。スーッと切れていく感じ。いいですね。続いて窓部分にガルバリウムを貼っておきます。板金作業というやつですが、もうこれがとにかく苦手で、折るのも大変。折る時の折り紙のようにいろんな角度を考えなければならないっていうのもすごく大変で、なるべく板金作業が少なくなるように最低限に済ませておきました。これで防水強くなったと思うんですけどね、どうでしょうかね。続いては化粧板を外壁に貼っていきます。今回は杉板です。デザイン上縦に貼ることにしました。本当は縦張りは防水性能上良くないのかなと思うんですが、今回ちょっとやっぱり縦に貼りたいなと思ったので、隙間全ての間にコーキングを入れて打ち込んでいます。こんな感じでどんどん進めていきます。1号機の時に使った杉板と同じものですね。この外壁を貼る作業大変なんですけど、私好きなんですよね。見た目が一気に変わるじゃないですか。もう完成に近いような形になるので、やっていると達成感があってすごく楽しいんですよね。はい、最後の一面を残して貼り終えることができました。時々こうやって車に乗せて外に出して様子を見ます。こんな形で次どうしようかなって考えながらやってますね。では最後の一面も頑張ってやっていきましょう。はい、すべての面貼ることができました。いやー疲れましたが、達成感いい感じですよね。化粧板を貼ることによって一気に家らしくなってきますね。続いて塗装をしていきます。まずは養生テープを貼って塗る部分塗らない部分をはっきりさせていきます。この養生作業とても苦手なんですよね。貼ってもどうしても液漏れしてしまうといいますか、隙間からペンキが出てきてしまうんですよね。これどうやったらいいんでしょうかね。わかる方いたらぜひコメントで教えてください。はい、養生が終わったのでペンキを塗っていきます。実はですね、このペンキ塗り大変だったんですよね。今塗っているのは黒の塗膜塗料、防水塗料ですね。黒い色を塗っているんですが、塗りながらこれはちょっとやっちゃったなぁなんていうふうに思っています。黒すぎる、黒つぶれしているというふうな状況でした。動画では見せてないんですが、実はこれ後ほど全部サンダーで剥がしてもう一度塗り直すということをやっています。そのあたりは実はメンバーシップで紹介していますので、ぜひその辺知りたい方、失敗談もたくさん出てますので、メンバーシップ入ってみていただけたらなと思います。続いてドア作りをしていきます。ドアも同じように杉板を貼っていきます。ドアの色、最後まで何色にするか悩みました。壁面と同じように黒くするか、それとも1号機のようにツートンカラーにするか、はたまた全然違う色にするか、いろいろ考えましたが、作りながらとりあえず後回しにしておきます。蝶つがいをつけるために少し削ります。これアルノコでやったんですが、ちょっとやりすぎちゃったなっていう感じだったので、後でリカバリーをしておきました。
はい、玄関扉できました。このままでもいい色だなとは思うんですが、やはり何か色を塗った方がいいだろうなと思いながらいろいろ考えています。何がいいでしょうかね。続いては窓枠を作っていきます。まずはリア側の特殊な形をした窓を作っていきます。立て付けがあまり良くなかったみたいで、ギーッと音がしてますね。これは愛嬌ということにしておきましょう。メインの大窓ですね。こちらの方も作りました。1号機を作るときに窓の設置、これすごく大変だったんですよね。1ミリ2ミリで窓が閉まらないっていうことがあるので、これすごく苦労するなと思って、今回はこんな養生テープに印をつけて柱にテープを貼り付けます。そこをめがけてネジを入れていくというふうにやってみました。するとびっくり、こんな風に一発で取り付けることができました。いやー、初号機の時は苦労したんで、これができた時嬉しかったですね。いい感じです。アクリルがまだ届かなかったので、先に足を作ることにしました。普段は外しておくんですが、軽トラから外したいとき、荷台から下ろしたいときに使う道具ですね。こちらはトレーラー用の足を加工して、よそに取り付けていきます。ヨットなどを運ぶトレーラーなどについていることありますよね。こちらに金具を取り付けて軽トラに設置できるようにしておきました。4本取り付けたので実際に軽トラから外してみます。思った通りいい感じに動いてくれました。続いて内装の壁を仕上げていきます。2.5 ミリのベニヤ板を貼っていきます。内装作業はもう本当に疲れるんですよね。狭いところで細かな数字が求められる。もう本当に大変でした。1枚目のベニヤから早速ちょっと寸法が合わないということで何度も行ったり来たりしてはめ込んでいきます。さあ、ここで登場したのが初登場のフィニッシュネイラーです。これがあることによって作業効率がとても上がりました。釘打ち機になるんですけれども、だいたい 0.5 秒ぐらいで一発打てるという風な感じです。普通にインパクトでネジを打とうと思うと1つ30秒ぐらいかかるんじゃないかなと思うので、時間短縮という意味では相当に早くなりましたね。はい、くたびれ切って、途中でやめていますが、作業はどんどん続きます。続いては天井です。天井には LED のランプがつきますので、その部分に穴をくり抜いていきます。こんな感じで工具を使うと簡単に穴が開けれるんですが、はめ込んでみると完成度がすごく上がるんですよね。いい雰囲気になりました。天井作業、狭い上に上を向く作業ですので、もう本当に辛かったですね。やめたいなと思いながらずっと続けていました。はい、内壁すべて貼り終えました。いやー、大変でした。さあ、続いては特注したアクリルが到着したので固定をしていきたいと思います。アクリル窓はミリ単位で注文することができます。ただし特殊な形をした窓ですので、ここは自分でカットをしました。アクリルは意外に簡単に割れるのでびっくりしますね。はい、うまいことはまってくれました。今回の窓は両側から細い木で挟むという方法をとっています。この間にコーキングをして取り付けを行っています。うまいことはまってくれましたね。
感じです。相変わらずギーッと音はしていますが、いい雰囲気ですね。体操の大きな工事が終わったので、ちょっと惚れ惚れタイムを楽しみたいと思います。ライトもコンセントにつないでつけてみました。意外と明るいんですよね、このライト。これだけで十分っていう感じでしたね。いい雰囲気。完成するとどんな感じになるんでしょうかね。少し車内に入って惚れ惚れタイムを楽しみたいと思います。毎日作業が終わるとこんな風に惚れ惚れタイムを楽しみます。出来上がってすぐの部分を見て、こんな感じだなとか、明日からどんなことをしようかなとか考えながらニヤニヤするのが惚れ惚れタイム。この至福の時間があるから DIY はやめられません。さて、続いては塗装作業に取り掛かります。塗装作業あんまり得意ではないんですが、頑張ってやっていきたいと思います。まずはやっぱり養生ですね。養生シートを貼っていきます。すべてのところに養生シートを貼ることができました。さて、ここから塗装をしていきます。今回塗っていくのは内装用のペンキ、コットンという白い色ですね。これを塗っていきます。ちなみに今回試しに裸足でペンキ作業をやってみたんですが、これはね、ダメでしたね。途中で見ると足が真っ白けっけになっていました。ですので、靴を履いて作業することにしました。1度目の塗り作業が終わったので、2度目に突入します。そういえば、ローラーがあったなと思って塗ってみたら、なんとびっくりローラーの速いこと。なんだかハケしかないと思ってたんですが、すっぽり記憶から抜けてましたね。ローラー最強です。2度塗りでもまだムラが残っているので、これは3度塗り必要そうですね。では3度塗りやっていきたいと思います。結局今回は3度塗りで完了することができました。もう少し塗るともっと綺麗になるのかなと思いますが、まあ3回塗ればこのぐらいでいいかなという感じですね。壁は望遠効果もある壁紙もいいかなと思っています。いつかやり直しをするかもしれません。続いて玄関扉がまだ途中だったので仕上げていきます。こちらも白いペンキを塗っていきます。さあ、すべて塗れたので養生を剥がします。これが緊張の瞬間ですよね。実際剥がしてみましたが、まあ大体上手に塗れたんですが、やっぱりところどころはみ出してる部分がありました。サンダーなどで削れる部分は削って、それ以外のところは目をつぶることにしました。はい、いい感じですね。続いて床は艶消しニスを塗っていきます。無垢のまま過ごすというのもいいんですが、やはり車中泊の中では油物も飛んだり、いろんな汚れたりすることがありますので、何かしら塗っといた方がいいかなと思いまして、ニスを塗ることにしました。最初のうちテカっていたので、ちょっと失敗しちゃったかなと思ったんですが、しばらくするとこのテカリはなくなりました。塗り終わりましたね。この時にはまだテカっていたんですが、しばらくすると
こんな風にテカリがなくなって落ち着いたようになりました。さあ、まだまだ内装作業やっていきます。続いては特殊窓のところに網戸を作っていきます。はい、貼れましたね。続いてカーテンですね。カーテンは既存のものを斜めにカットしていこうと思います。苦手なミシン作業、裁縫作業ですね。あまりやってこなかったので得意分野ではありません。アイロンで折り目をつけていきます。続いてハンディミシンで縫っていくんですが、これがあまり良くなかったですね。安物を買ったのですぐ止まるんですよね。ちゃんとしたミシン使った方が絶対うまくいったと思います。さあ、出来上がったので貼っていきたいと思います。実際やってみたんですが、ちょっと納得いかない出来栄えかなと思いますね。やぼったい感じになってしまいました。これもまたどこかでやり直しをしたいと思いますが、ひとまず光を遮ることができたのでよしということにしました。窓の取っ手もつけておきました。これで鍵が閉めれますね。はい、こちらの方もつけました。続いてスライドの網戸をつけていきます。こちらも特注してこのサイズに作ってもらいました。はい、いいですね。スムーズです。これで虫も入ってこないといいんですけどね。どうなんでしょうか。続いてロールカーテンをつけていきます。こちらはなんとスクリーンになるタイプのロールカーテンです。ここで映画を見たりゲームをやったり夢が膨らみますね。玄関の網戸も取り付けていきます。これで窓2つと玄関1つ開けることが可能になります。通気性という意味ではかなり高まったんではないかと思います。こちらも特注してサイズぴったりに作ってもらったものです。換気試したいなと思うんですが、もう夏終わっちゃいましたね。特殊窓の網戸にも小窓をつけておきました。これで開け閉めが簡単になります。はい、網戸をつけて完成形ですね。いい感じ。運転席とをつなぐ小窓の蓋を作っておきます。こちらはほぼ使うことはないかなと思いますが、念のため緊急用に窓を作っておきます。ですのでアクリルとかは使わずにベニヤ板で単純な蓋を作っておきます。こちらも目立たないように白くペンキを塗っておきます。この窓ができるとすべての窓、すべての扉が完成するかと思います。はい、あっという間に塗り終わることができました。最後に軽トラックの固定具を作っていきたいと思います。もともと軽トラの荷台には穴が開いています。その穴からボルトを通せるように加工していきたいと思います。まずは床材の穴を開けていきます。反対側はガソリンの給油口があったのでちょっと難しかったんですが、どうにか穴を開けました。最初は既製品のボルトを使おうと思ったんですが、なんだかうまくはまらなかったので、やってみたかった
溶接にチャレンジしてみることにしました。イーノンさんの 100V で使える半自動溶接機です。このボルトと座金を溶接していきます。といっても知識は全くありませんので、インターネットで調べてやり方を勉強し、X の方でやり方を聞いてアドバイスをもらってやっていきたいと思います。まずはボルトを適宜長さにカットしていきます。続いていよいよ溶接です。何度か練習したんですが、やっぱりうまくいかなかったので、もうこれでいっちゃえということでやっています。はい、こんな感じでやってますが、もうおっかなびっくりですね。火花が結構飛ぶので怖いなと思いながらやっています。どうにか一つ目ができました。出来栄えいかがでしょうか。めちゃくちゃ下手くそです。ギリギリ溶接できてるっていう感じでしょうかね。まあこれは見られる部分ではないので、固定さえできてればよしということにしてどんどん進めていきます。合計4つの金具を溶接していきました。こちらが最後になるんですが、さあ成長具合はいかがでしょうかね。はい。下手くそです。一つ目よりかはいいですが、まあこれから練習たっぷりしていくということですね。続いてトリマーで溝を掘っていきます。座金の分、だいたい5ミリほどでしょうか。こちらの方を溝掘りをしていきます。反対側もやっていきます。いい具合に4箇所留めることができました。これで固定も完了ですね。しかしこちら目立つので、後で白くちょっと塗っておこうかなというふうに思います。下から見るとこんな感じです。ハトメネジで留めてありますね。鳥居のところにもゴムを挟んで固定をしておきました。こちらの固定かなり優秀で、全然びくともしなかったですね。はい、ということでドライブを一旦してみました。いやー素晴らしいですね。完璧ではないんですけれども、おおむね完成しているので、これで車中泊にはいけちゃうんじゃないかなというふうに思います。初代の車に比べてもだいぶ安定性が上がったんではないかなと思います。軽量化ができていることと、固定具4箇所止めと四隅が全部止まっているので、これがかなり車体にぴったりとくっついてくれている様子でした。ちなみにこちら完成まで約2ヶ月ほどかかりました。これからまだまだやることありますので、きっと3ヶ月4ヶ月はかかるかなと思うんですが、いい具合にできたんじゃないかなと思います。さあ外装を見終わったので、続いては内装を見てみましょう。玄関扉、鍵もつけてあります。じゃじゃーん。床の杉板がいい雰囲気出してますよね。普通のお部屋みたいですね。こちらのこだわりの大窓、ロールカーテンを開けてみます。まるで映画館ですね。素晴らしい本物の景色が一面見渡せます。その日の景色存分に楽しめる大きさですよね。換気窓としても十分機能するんじゃないかなと思います。夏、車中泊で試してみたいなと思うんですが、作ってる間に夏が終わっちゃいました。逆に冬の寒さ、ちょっと気になるところです。
窓との間にプラダンなどをつけて二重窓にするのもいいかもしれません。秋冬の車中泊やりながらこの辺はやっていきたいと思います。すべての窓を開けると換気がすごくできます。いい風が吹いてますね。これは車中泊楽しめそうです。惚れ惚れタイムが止まりませんね。というわけで、これからどんな旅ができるのか、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では、次の車中泊の旅でお会いしましょう。ではまた。